あじゃす。今回はこのゲーミングミニ PC を使って話題の AI 画像を生成していこうと思います。この動画のポイントは、今まではこの AMD 系の GPU、つまりラデオン系の GPU では画像生成 AI はできないと言われていたんですけれども、最近になってステーブルディフュージョンが動かせるようになりましたので、その簡単なインストール手順と使い方を実際に動画にしてまとめてみました。それではどうぞ。はい、それではラデオンの RX6600M を搭載したゲーミングミニ PC HX80G でステーブルディフュージョンをローカルにインストールしていこうと思います。まずはステーブルディフュージョンを実行するための Python をパソコンにインストールしていきます。バージョンは Python の 3.10.6。この Python は新しいバージョンが公開されてはいるんですけども、自分の環境ではこの 3.10.0 再現性の高いバージョンになっているので、まずはこれでインストールしていきます。この Python のダウンロードページの一番下の方に行っていただくと、Windows のインストーラー64ビット版があるので、これをダウンロードします。ダウンロードした Python をインストールしていきます。その前にまず一番下にあるこの、Add Python 3.10.2 Pass というものにチェックを入れます。これにチェックを入れたら次は Install Now。はい、インストールができました。セットアップ as Success。そしたらこの Python のインストールはもう終わっているので一旦閉じます。次にこの Python を動かすための、Git というソフトを使います。この Git というソフトがここですね。このページになります。この Git をまたダウンロードします。はい。そしたらこれも開いて Next。この時に、この Gitなんですけども、これは別に D ドライブじゃなくても C ドライブで問題ないと思います。C ドライブに送ります。Yes。いろいろ出てくるんですけども、よくわからないので、とりあえず Next。よくわかんないんで、全部 Next で OK です。多分。はい、インストール完了です。そしたら特に何もせず、フィニッシュ。はい、これで、Python と、Git というソフトがインストールすることができました。はい、そしたらですね、次は、Stable Diffusion 本体を起動させるための、場所なんですけども、できれば C ドライブではなく、余裕のある D ドライブがいいと思います。その理由としては、Stable Diffusion は基本的にモデルを使って AI 画像を生成するんですけども、そのモデル自体が1つ10ギガとか30ギガとかっていうボリュームになっているので、C ドライブで余裕がないとそもそも入れることができないということがあるので、できれば余裕のある D ドライブに入れた方がいいと思います。そしたら D ドライブに、WebUI のフォルダを作っていきます。新規作成フォルダで、このフォルダの名前は何でもいいんですけども、できれば短い名前で英語の小文字で入れた方がいいと思います。カタカナとか日本語だと動かない可能性があるので、基本的には英語の小文字で入れておくと、なるべく短い名前にしておくといいと思います。今回は WebUI で作成します。ダブルクリック。そして右クリックをして、その他のオプション。Git Bash Here。これをクリック。はい。そうすると、このような画面が開くので、ここに、Git スペースクローンと入れます。で、さらにスペース。そして、こちらのページに飛んでいただいて、Stable Diffusionを実際にダウンロードする状態になります。まずはここのコード、緑色のコードをクリックして、ここに書いてある HTTPS の右側にある四角が2つ重なっている部分、ここを押すとコピーになります。
このコピーした URL をここに右クリック、ペーストで貼り付けます。そしたらエンター。そうするとステーブルディフュージョンのダウンロードが始まるので、これはすぐ終わると思います。最小限のデータがここにダウンロードされました。そしたらこれは一旦消して、はい、でこの D ドライブの WebUI のフォルダにステーブルディフュージョンダイレクト ML 版のフォルダが生成されました。ここをダブルクリックして、このフォルダの中にある Windows バッチファイルの WebUI バッチ、これをダブルクリックします。はい、するとこの画面になって、はい、このようにダウンロードが始まります。このデータ自体が環境によるんですけども5分から15分ぐらいかかると思いますので、しばらく待ちます。はい、これでステーブルディフュージョンのダウンロードが完了した状態になっています。ダウンロードが完了するとここに Running on Local URL というものが出てきますので、このローカル URL をコントロール C でコピーします。そして先ほどコピーしたローカル URL をここに貼り付け、はい、で貼り付けできたらエンター。はい、これでステーブルディフュージョン WebUI が無事起動することができました。はい、そして次に、モデル、リアル系のモデルをこのステーブルディフュージョンに入れていくんですけども、この時点で一旦動作確認をしていこうと思います。まずは定番のこれで生成。はい、まあ見ての通りモデルが今入っていない状態でプロンプトも一つだけだと、まあちょっと残念な残念な結果になります。生成時間は 29.75 秒。まあだいたい30秒で1枚書き出しできるような形になります。このままでは、リアル系の絵はとてもじゃないんですが出てこないので、リアル系のモデルを登録していこうと思います。一旦このステーブルディフュージョンは閉じちゃいます。ちなみに閉じ方はこのコマンド画面が下に残っていると思いますので、コマンド画面を開いてコントロール C。はい、そうするとこのパッチジョブを終了しますかが出るので、イエスでエンター。はい、これでこのまま×で閉じればステーブルディフュージョンを閉じることができます。はい、そしたらですね、ステーブルディフュージョンにモデルを追加していきます。今回導入するモデルはいわゆるリアル系の画像を生成できる Beautiful Realistic Asia、通称 BLAB のバージョン5というものをダウンロードします。それはこのサイトでダウンロードできるんですけども、ここでは会員登録というかサインインですね。サインインをこのサイトでしなければいけないので、サインインを済ましておいてください。はい。サインインが完了したら、このBLAB5 をダウンロードするので、このページのダウンロード 3.59GB、こちらをクリック。はい。ダウンロードが始まり。そしたら、この BLAB5 のダウンロードが完了したので、そしたら先ほどダウンロードしたこの BLAB5 のデータを WebUI の中にしまっていきます。しまう場所は WebUI ステーブルディフュージョンのフォルダ、そして、はい、そしたらモデルのフォルダを開いて、さらにその中にあるステーブルディフュージョン、はい、そうするとこの中に同じようなファイルがあるので、先ほどダウンロードした BLAB5 のファイルをここにしまいます。
はい。ここまでできたら、戻って、先ほどと同じく、WebUI のバッチファイルをダブルクリック。2回目は、このステーブルディフュージョン、すぐ起動しますので、初回ほど待たなくて大丈夫です。はい、もうこれで OK ですね。これで URL が作れたので、これをコピーして、コピーした URL を Chrome に貼り付けて Enter。この時点で左上、こちらの左上の画面に BLAB5 のモデルが登録されていると思います。この時点で一旦テスト出力をしてみます。この時にサンプリングメソッドなんですけども、おすすめはこの DPM++2M。これが結構リアル寄りで、まあまあうまく生成できると思うので、これを選択します。そしてジェネレート。この BLAB5 のモデルを入れた状態でも、生成時間は Radeon 6600M でもだいたい20秒から30秒ぐらいで1枚生成できると思います。はい、できました。24秒ですね。24秒で1枚生成できました。画像はこんな感じ。まあプロンプトが1つだけなので、このぐらいできれば上出来じゃないでしょうか。それではこのプロンプトとネガティブプロンプトに少し文字列を加えて実際に生成してみようと思います。まずはポジティブプロンプトはこんな感じ、ネガティブプロンプトもこんな感じです。これでまたこの設定は変えずに生成してみようと思います。ちなみにプロンプトはどれだけ入れても基本的には生成時間に影響がないので、新しいプロンプトを試したときはこの512、512の小さいサイズで様子を見ながら作っていくといいと思います。はい、できた。18.70 秒ですね。ちょっと早くなったかな。はい、こんな感じです。この画像を見てもらうと分かるんですけど、顔の部分がちょっといまいちというか全体的にぼやけていて、いまいち書き込みが足りないなと思います。この場合はステップ数、サンプリングステップを少し上げると、このサンプリングステップを上げると生成時間は多少伸びるんですけども、精度は少し上がるかなと思います。はい、こんな感じです。22秒で1枚生成できました。ちょっとまだ全然顔のあたりがいまいちですね。次にレスターフェイス。これをやると顔周りがあまり乱れないで出るようになると思います。なのでこれにチェックを入れてもう一度生成。ちなみにこのサンプリングステップやレストアフェイス、これをチェック入れていくと生成時間はどんどん伸びていくので、お好みで調整しながら使ってみてください。はい、結構この感じ、見た感じ良さそう。ちなみに生成時間は24秒。でもあんまりそんなに影響はないのかな。少し伸びたかなぐらいです。こんな感じです。結構いい感じにできてますね。なかなかいい。で、ただこのままだとやっぱ画像が小さい。512の512で画像が小さいので、書き込み自体が全体的に足りないように見えるので、少しサイズを上げます。768、768。サイズを少し上げて画質を上げてみようと思います。はい、できました。約1分7秒で生成できました。結構いいんじゃないでしょうか。おほほほほほ、結構いいでしょう。これはかなり綺麗に生成されましたね。いい感じじゃないでしょうか。これがたった1分で生成できます。しかも無料で。
以上でゲーミングミニ PC に搭載されている AMD の Radeon RX6600M でステーブルディフュージョンを動かす方法でした。はい、いかがでしたでしょうか。今までラデオン系の GPU では難しいと言われていたステーブルディフュージョンの動作なんですけれども、この今は10万円前後かな、10万円前後で売っている HX80G というミニゲーミング PC でも動作させることができました。ステーブルディフュージョンのインストール方法はそんなに難しいものではないので、興味のある方、もしくはラデオン系の GPU を搭載したゲーミング PC を持っている方、画像生成 AI に興味のある方はぜひ試してみてください。よろしければチャンネル登録などお願いいたします。じゃあ次回もまたよろしくお願いします。またね。